久しです。マサイ雑貨を元木。今回の動画はですね、ホラー企画でございます。帰っていい？俺はもう帰る支度までしてると言っている2人が今回は対象でございます。だから帰っていい？およこと。だろうなと思った。今日の企画、いくつかある怖い話の中で一つだけダミーの話があります。ザカオくんとマサイくんにはですね、当ててもらいたいと。怪談師、怖い話をいくつも持っている方はいはい。が、今回、ちょっと来ていただいてます。うわ、すごい。 4人来ていただいてます。その4人の中で1人だけ嘘の話喋ってます。ただ話が上手い人じゃん。じゃまあそうだね。まあそうだね。いう職業の方で1人偽物の話を、見つけてもらいたいと。一個だけ作り話ってこと？そう、1個だけ作り話です。それがもう怖くね？そう他はだから本物とか心霊スポット、ホラー企画をいっぱいやってる、フィッシャーズはそういうの見破れるんじゃないかなということで、心霊スポット行ったとしても一番ビビリなんでこの2人。そうだね。なのでちょっとこの2人にそういう問題を当ててみようと。ザカオってなんか見えちゃったことあったっなんか最近見えなくなっちゃったんだよな。け？それ目悪くなった。目悪くなったのこれ俺。目悪くなっただけやもん。それある日の新聞での気づきじゃん。それで言うとでもマサイはなんか見えちゃったかもみたいなことあったもんね。あ動画でも。過去にね、とある展望台の時にね。ちょっと話してもらいたいね、軽く2人にも。何よ。もう手短でいいんで、見えた時の話。まあでもやっぱ子供の頃だったけど、俺は家に着くまでの道の時になんか神社があって、その神社の通り道がすげえ細いとこがあるのね。かなり遅い時間だったんだけど、その神社の前に人が立ってたの。でも絶対にこのものじゃないなっていう見た目の人が立ってて、全部がおかしかったなって思って。あれ絶対そうだな。とあるところの展望台で真緑の女性が目の前に出てきた。で怖すぎてメンバーのところも知らんですよ。あったね。霊っぽいものは見たという経験のある中ね、外してしまった場合、罰ゲームがあります。その罰ゲーム、外したら戦慄迷宮です。帰るやんない戦慄迷宮が今しっくりきてるね。戦慄迷宮知らないのめちゃくちゃ怖いお化け屋敷。長いやつめちゃくちゃ。そう、出れねえって噂なの。で史上最長、そして最強のホラーハウス、最高ですよ。世界最大級のホラーアトラクションです。は一番長くてでかい。歩行距離なんだけど 900m あります。あ。長くね、お化け屋敷にめしては。ちゃくちゃ長いで約す。1キロだぞ。やば。最後にこう一文、トラウマになりたいあなたをお待ちしてます。当てるしかないな。絶対行きたくねえんだよ。マジで絶対行くしお化け屋敷って多分自分から進んで入らないでしょ。行かないよ。脅かしてくんの嫌なんだよ。だから2人には今日は何が何でも当ててもらいたい。いや2人で1個当てる。1人で当てに行く形。あ、じゃあなるほど。個人試合なのか。そうだから2人での俺こっちにするわとかの相談はダメです。は1人でこの話だっていうのは決めてください。オーケー。嘘の話はこれだっていうのを決めて。分かったね。わかりました。4人の方の怪談話を聞いた後にどれがっていうのを決めるって感まあ決めるのは最後。じ？正解しよいや正解しよう。俺ら行かない方がいいから。そうなんです。だからこれ1人が成功したら1人で戦慄迷宮行くためなんで、これが一番地獄。いやマジでやだ。共に行くことになるのか、それともどちらも行かないで済むか、はたまた1人だけ行くか。当てれば何もなし、外れたら戦慄迷宮。マジでやだな。マジでやだく行きたくね階段はまあ純粋に楽しんでる。そうだね。相当しっかりした話なんで、本当の話がいっぱい飛んでくるわけだから今から。最悪やだって。この動画終わった後もずっと罰ゲームのこういう話をそうかそっか。こういう系の動画だったらまず1週間2週間はトイレとか1人で行きながらんだ。投げ皆さんもね、ぜひとも考察してみてください。それではやっていきましょう。お願いします。お願いします。ます。もうこの空気は怖えよ。やだ。ダミーの話を見破ってください。頭入るかな。4人分の話聞くの苦手だな。そこそれはね、非常に怖い話です。4人ぐらいちゃんと聞いてください。時間割あっただろ。だいたい4時間あるだろ。 6時間になったらやっぱ大体2人分忘れるんだよ。じゃあ4時間足りるじゃねえか。バカです。それではじゃあ企画の方スタートしていきたいと思います。はあ怖っ。当たれば OK、 外せば戦慄迷宮。やっていきたいと思います。怖かったらおいで。早速1つ目の話からいきましょうか。それではお一人目お願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。階段の国沢です。お願いいたします。お願いします。お願いします。一昨年なんですけれども、僕プロジェクターを買って家でちょっと映画見ようと思ったんですよ。
でプロジェクターをつけた時にせやせやと、せっかくプロジェクター買ったからちょっとツイッターに載せて自慢したいなってなったんで、その映画流してそれを写真撮ってツイッターにアップしたんですよ。そしたらすぐに DM が来て国沢さんちょっとプロジェクターにまつわる怖い話あるんで聞いてくれますかって言われて、女性の方から言われたんですよね。で聞いてみたらめっちゃ怖いやんと思ってそれをお預かりして今から喋らせていただくんですけれども、その女性が結婚式をしたらしいんですよ、数年前に。でその結婚式の映像を奥さん側のご友人がスマホで動画を撮って送ってくれたらしいんです。で旦那さんと見よう見よう何々ちゃんが送ってくれたって言って見ようと思ったんですけれども、旦那さんがちょっと待ってと、せっかく編集もしてくれてるしそれやったらプロジェクターに投影してみようよってなったんですよ。いいねってなって2人でソファーに座ってプロジェクターに投影してその結婚式の模様を見たんですよ。で教会で言ってたんですけれども、2人が入ってくる前にこの来てくれてる方を動画撮ってたんですね、まず。でその時に奥さん側のご友人が写ってる。で今度旦那さん側の親族が写ってるんですよ。で奥さんもこの子何々ちゃん中学の時仲良くてめちゃくちゃいい子なのよって言ってご友人の説明をするんですよ。で今度旦那さん側の親族写った時にあれと思ったのが、親戚のおばちゃんの横に小学生ぐらいの男の子がいるんですね。ただほんまにこれ結婚式に来る服かっていうぐらいボロボロの T シャツなんですって。でちょっと虐待されてたりせえへんかなっていう不安だったんですよ。でこの子大丈夫って聞いたら、いや大丈夫大丈夫と、このおばちゃんめちゃくちゃええ人やから、虐待とかはないと思うでって言ってたんですけれども、やっぱ気になったから、その後も見たんですけれども、その男の子が映らないんですって。であの子誰なんって聞いても旦那さんもいや実は俺も分からへんねん、なんか親戚であんな子供いないんやけどなって言うんです。で2人ともオカルトが好きだからもしかして霊かなってなってもう一回見てみようってなったんですよ。でもう一回最初から見たらまず奥さん側のご友人が映る。で今度旦那さん側の親族が映る。でもさっきおったはずのそのシーンに男の子はいないんですって。あれここにおったよなって言いながらちょっと待ってと、見逃したからもう一回見る、もう一回見るんですよ。で奥さん側のご友人で旦那さん側の親族、やっぱりいないんですよ。あれこのシーンにおったよな、なんでいないんやろうって奥さんも思ってたら、ちょっと待ってって言って旦那さんが再生を止めたんですよ。でどうしたのって言ったらおるおるって言うんです。どこにいんのって言ったらこう見てって言って、さっきおったシーン、教会の1階にいたんですけれども、なぜか今度は教会の2階にいるんですって。で何が一番怖いってちょっと待ってって止めたんですけれども、みんなピタって止まってる中その男の子だけずっと動いてるんですよ。なんで？この幽霊ってその教会におったのか、それとも今見てるこの部屋にいてそこを浮遊してるのかがどっちかまだわからないんですよねってお預かりしたお話です。ありがとうございます。怖っ。プロジェクターの映像だったよ。なるほど。止めてんのに動いてる。ありがとうありがとうございます。吸い込まれてったこんな感じでいやなんのすげえ怪談話って。いやプロジェクターからこんな話出てくると思わなかった。そうだね。めちゃくちゃ寒気するわ。いやビビったマジで。いや一つ目のお話、国沢さんもうねめちゃくちゃ有名な方ですから。準備大丈夫でしたら行きますよ。はい、大丈夫ですよ。じゃあ2人目お願いします。お願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。事故物件サイトを運営しております大島テルと申します。よろしくお願いいたします。横浜での出来事なんですけれども、繁華街にある、ビルの近くでですね、うさんくさい男がおりまして、おまわりさんが、職務質問しようとしたんですね。職質めんどくさいなと思った、あるいはもしかしたら凶悪な犯罪を前に起こしていて逃げ回っている、話なら後で聞くからと。ちょうどそのビルで今用事を済ましたい、忙しいんだと。でそれが終わったら、ちゃんと、応対するからと。5階建てなんですけれども、屋上から飛び降りちゃったんです。もしかしたら捕まって死刑になるぐらいだったらもう自殺した方がマシだと思ったのかなというふうに思えるんですけど、ドーンともう大きな音が
鳴り響いて、通行人もですね大丈夫ですかと、救急車呼ぶからというようなことでお声をかけたりしていると。でそのあたり大騒ぎになるわけです。その飛び降りたビル5階建てなんですけれども、飛び降りたのは屋上からなんですけども、3階から、女性がですね下を見てたんですよ。なんだろう今の音はと。結局その女性も落っこっちゃったんですよ。なんで見下ろしすぎたのか。そうなんです。その女性は3階からそうやって落っこっちゃったんですけれども、実はワンフロア下、1階下の2階の窓からもこういうふうに別の男性が、これは男性なんですけど、なんだろうって下をこう覗いてたんですよ。でその2階からこう下を覗いてた頭にその3階から落ちた女性がぶつかって、そのままゴンとなって、結局その女性は地上まで落っこっちゃったんですが、地上には先ほどご説明した通り、大丈夫ですかって言ってるいい人がいたわけで、その人にぶつかっちゃったんですよ。で今、おまわりさんはともかく4人、登場人物がいるわけです。飛び降りた怪しい男と野じ馬、男性、女性、いい人、通行人、この4人がですね全員どなたも亡くなってないんです。なくなってない。はい、なくなってない。ですから私の専門の事故物件、人が亡くなった不動産というこのくくりでいうと、厳密には事故物件ではないと、大島テルサイトにも載ってないと、そういうある意味幸運のビルと、そんな、お話です。なくなってないから乗ってないけど、そんな奇妙なことが起きるビルもあると。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。以上でございます。ちなみに幸運ではないけどね。どう解釈していいか分かんないよね、こんなの。死亡はしてないから事故物件にはならない。事故物件にはならないっていう怖い話よ。でも普通に奇妙。でももう奇妙でしかなかったね。大島てるさんのサイトで俺の家事故物件かなみたいなの調べたことある？俺それでそうだったことある。そうだったことがある？俺前のマンションの時そうだったよ。マジ？事故物件って結構多いのは火災とか、あと孤独死とかね、そう本当いろんなのがあって、そういうのもね表記されるから。今回のケースで言うと亡くなられてないからそこには乗らない。建物でもう、要は自爆霊みたいなのがいるから、そのビルがね、ちょっとそのビル変な可能性もある。とかね、いろんなパターンが考えられますけど、いやでもかなりこうなんていうんだろう、後味のすっきりしない、ちょっとこう考えさせられるような回なんでしたね。でも今のが2つ目の話と、3人目いきましょうか。大丈夫ですか？大丈夫です。3人目の方お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉本興業で芸人やってます吉井と言います。よろしくお願いします。僕ですね、芸人とか YouTube 以外にも俳優業をやってるんですけども、つい先日、映画の撮影がありまして、そこで出会った男性の俳優さんから実際に体験した話を聞いたんですね。その方がですね、高校3年生の時に夏合宿に行くほどスポーツをすごい頑張ってる学校やったんです、でその方は全国狙える某、ちょっとバレちゃうので運動部に所属してたんです。下宿先は6名部屋やったんです、1年2名2年2名3年2名各学年2名の6名部屋やったんですね。でその役者さんは最上級の方やって、でもう一人友達も3年生の子がいて、でその子がですね、後輩からすごい怖がられてたんですよ、である夜、好きな人言えよとかちょっとエッチな話したりして、夜楽しんでたらなんか怖い話持ってるやつおらん、恐れられてる先輩ですからなんかないかなとか思ってるうちに2年生の A 君が僕実際にした体験あるんですけど聞いてもらっていいですか。その話がですね、A 君は中学校時代仲良し3人組やったんですね、でその3人は、スポーツ頑張ってたんでもう高校推薦で決まってると、みんなが受験勉強してる中、放課後3人で教室残っていろいろ喋ったりしてて、その3人組の中のおちゃらけキャラの B 君が
こっこりさんしてみいへんって言うんですよ、あ、いいな、いいな、やってみようって見よう見まねでやっていくんですよ。ほんまに動くんですね。 A の好きな人誰？ A は誰も言ってないんですよ。言ってないけど動く、これマジもんやん。じゃあ B の好きな人誰？いや、めっちゃ動くってなって、いろいろ楽しくバーってやってたんですけど、じゃあこの中で一番早く死ぬ誰ですか？B 君がなんか不吉なことを聞いたんですよ。そしたらツーってゆっくり動いていくんですよ。それが C 君のフルネームやったんですよ。 A 君と B 君はいやお前一番初めに死ぬやんけみたいな茶化してるけど、 C 君はいや気味悪いなみたいな言ってたら、教室に先生がガラガラってやってきて、もう何してんねん、あ、やばってなって、 C 君がそのこっくりさんの髪をくしゃくしゃってして後ろ手に隠して、いやもう帰ろうとしてたんですっつって、すいません失礼しますさよならっつって、 C 君は教室出る間際に教室のゴミ箱にポイって捨てて、バーって3人で下駄箱まで行く。下駄箱に行く道中 A 君と B 君が捨ててたやろっつって、何がわかんねん、いや掃除終わったからのゴミ箱にあんなもん置いてたら、あいつらなんか物騒なことしてんなって先生に思われたら嫌やんけみたいな、いや大丈夫やろ怒られることでもないしつって、いややめてほしかったなみたいな感じで下駄箱行くんですよ、その時に C 君がもう目がいっちゃってるというか、何？どうしたっていう感じなんですよ。もう帰るから、なんかあんの？いやもう帰らなあかんねん。靴を下駄箱から取ってむちゃくちゃなホームで、グラウンドが結構大きくて校門があるんですけど、そのグラウンドを校門に向かってわーって走っていくんですよ、で何を全速力で走ってんのと思って、校門抜けた瞬間ダンプでバーンって引かれるんですよ。やばいってなって、教職員たちがバーって出てきて、何の音っつって全員がバーって駆けつけていくんですよ。さっきまで元気で喋ってたし血だらけで、あ、遅くなくなってるやろなって分かるんですよ。でもう一個気づくことがあって、 C 君の手の中にさっき教室で捨てたはずのくしゃくしゃのこっくりさんの髪が握られてたんですよ。ってなったんですっていう話を合宿の寝室でされたむちゃくちゃ厳しい一問目の先輩、俳優さんの友達がちょっともう今日は寝ようかつって寝るんですよ。でもね、その俳優さんからしたらこんなうまい怪談話あると思って、ちょっとなんか調べられへんかなって思ったら A 君の友達の B 君、この高校進学してきてるやん、あ、ちょっと聞いてみようと思って、次始業式になって、あ、P を打ったと、あーごめんなっつって、A の直属の先輩やねんけどみたいな、あ、存じ上げてます、中学校の時にさ仲良し3人組やったやろっつって、でさ放課後にこっくりさんしたんやろって言った時に、こっくりさんって聞いたら、そのワードを聞いた瞬間、あ、その話やめてくださいっつってその場を離れていったらしいです。あ、これ実際にあってんやと思ったっていう話をお聞きしました。放課後に俺もね一応やったことはある。あ、本当。やったことあるけど、終わらせる時になんかしなきゃいけないんじゃなかったっけ？そう終わる時にこっくりさん終わっていいですか聞くんだよね。いいですよみたいなやつが終わって全員で話すみたいな、くしゃくしゃにしちゃった C 君途中に C 君やっちゃったから、その何かが憑依して持ってかれちゃったのかもしれないし、 B 君が心配だけどね、そうなると。そうだね、自分からそんなふざけたこと聞かなきゃよかったからな。そのやっぱ絶対後悔しようね、その悪ふざけで聞いちゃったっていうのがもうその話やめてくださいともなるわ。なるわね。絶対思い出したら大そうだね。マジでどれが本当なんだっていう。いやでももう本当に次で最後じゃあ最後の一人を聞いてうんいろいろと2人で考えてもらいましょう。は4人目の方お願いします。失礼します。お願いしますお願いします。はじめまして、シークエンス斉藤と申します。よろしくお願いいたします。ですね、本当聞きたてほやほやの話なんですけど、女性アナウンサーさんから聞いた話なんですけれども、その女子アナの方がですね、朝が早いんですよ。1時半起きで、家出発するのが3時入りなんで、多分2時半とかに出発するような生活、8時には入眠してたいで、7時半ぐらいには布団に入るような感じっていう生活を送ってる人なんですけど、
どうにも寝れない日が続いたらしいんですよ。なんだかで夜中にパッと目が覚める、で物音がしたような気がするとか、誰かが横にいたような気がするとか、なんか不信感があって目が覚めるっていう日が続いたある日のこと、夜の11時にパッと目が覚めて右向いたら男性が立ってたんですって。うわっと思って後ろにのけぞってドーンと壁の方向いてふっと振り返ったらもういないんですって、でやばい怖いと思ったけどなんかお化け見ちゃったっていうふうなところでドキ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 しながらいて、もうそれから寝ることができず、もうお風呂入ってお化粧とかして準備しようと思って、2時半ぐらいですよね、下行ってタクシーに乗っていつも通り会社の方に行ったんですって。でその日は、朝ニュース番組を出た後に、バラエティの収録があって、そのバラエティ番組っていうのが心霊系の番組だったんですって、で心霊系の番組って大概お祓いをするんですよ。収録前とあと収録が終わった後、現場のお清めと演者のお清めを前後で行うんですけど、終わりでその霊能者の女性から「ちょっとあなた」って言われて「はい」って聞いたら男性の霊がついてます。あなたの後ろにべったり男性がくっついてるからちょっと個人的に払った方がいいですよって言われて、あなたのことを思ってる男性の生き量だと思います、払いましょうって言われて、そのままお祓いをしてもらったんですって。でこれで取れると思う、もしくは少し遠くには行ってくれると思う、ただあなたのことが好きでついているからなかなか完全に払うことはできないけれども、そういう時はお塩をまいて、目の前に現れたらお塩をまいたらどっか行ってくれるから、あ分かりました、何でもいいんですかお塩が、ラジオを使ってください、あ分かりましたっていうことで、そのまま博多の塩なんですけど買って帰って家でもうこれがあれば安心だと思って一応小袋に入れて枕元に置いといたんですって。でそれから夜また起きてトイレに行こうと思った時にふっと見たらベランダの外に男性がいるんですって。でこっち見てるらしいんですよ。でも生き量だと思ってバーって布団のとこ戻っていってお塩取って部屋の中に、そんなザバーッとは巻けないですけどパンパンパンと巻いて下向いてこうって願ってパッと開けたら男性いなくなってる、あよかった。それが3回続いたんですって。毎日じゃないんですけど少し間隔を空けながら続いていって、でもきっとこうやってお塩をまいてればいつか取れるはずだというふうに思って、である日、起きてまた普通に行こうと思ってタクシーに乗って向かったら、普通は会社側が手配してるタクシーなんでネット決済なんですよ。それが決済ができてなかったらしくて、一旦現金で払ってそのまま領収書を持ってもらえますかって、そしたら会社に渡したら領収書を伝えて落とせるんだって、分かりましたっていうことで初めて運転手さんといつもは降りるばかりだったのにやり取りをしてくるっと向いて分かったのが、そのタクシー運転手さんが夜自分の目の前に現れてた男性だったんですって。毎日使うわけですよ、月から金まで。で会社が手配してるんで同じタクシー会社さんなんですよ。マジ？どのマンションの何号室かが分かってるんだ。でアナウンサーさんって、華々しい職業なんですけど、OL なんですよ扱いとしては。だからお給料めっちゃ安いんですよ。だから高層マンションの高層階とかに住めているわけではないので割と侵入しやすいところに住んでたらしくて、めちゃくちゃ怖え。なので自分が見てたのは生き量とか幽霊じゃなかったんだと思って余計に怖くなりました。うわ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、もうこれダメだわ。怖いわ。これもう最悪よ。リアルすぎる。俺も家入られたことあるからいやもうださ、からさ、俺もね鳥肌やばかったわ。だからもうちょっとさ、もうありそうじゃん。実体験があるからちょっとあの怖さを思い出した今。その塩をまくシーンでちょっとドキドキしたのが、それでさ窓なんか開けちゃった日には何が起こるか分からないし、もう本当に開けなくてよかったと思うし。終わったね。終わったね。じゃあはいということで4人の方の、怪談話聞き終わりました。すごい怖い。てか話が入ってくるよね。わかんない今。本当に全然わかんない。話を整理してるけど、プロジェクターの話と、飛び降りの話、そしてこっくりさんの話、そしてタクシー運転手の話、その4つですねの中から本物が3つ、偽物が1つあると。そうだね。本物3つもあるんでしょ。そう本物3つもあることが問題なんだよ。そうだね。本当にいろんな数々の、怪談とかそういうホラーの番組に出られてる方々なので、外したら戦慄迷宮ですから。言葉遣いというか口調もそうだし、どれぐらいその
スムーズかとかさ考えてる話に慣れてるというかっていうのもやっぱ関連するのかなとは思いつつ、まあ、確かにねその嘘の話とかするときはまあ目が泳いだりとかね、それこそスムーズに話せなかったりとかっていうのはまあ確かにありますよね。日常生活でそういうのがあるからプロだからそうけどそのまあ実際にあったことをリアルに話す時ほどいろんな表現を探すから頭の中でまあ嘘をつく時の方がペラペラ喋れる人そうもいるからそういうのもあね。るから何とも言えないんだから。いや難しいよこれ。いや本当に難しい。いやどうしよう。いや決めるしかないんだけど本当に難しい。その物件に関しては明らかにそんな事故起きたらニュースになるでしょうと思ってたりとか、そう多分知ってるはずだなと思ったりとかね。こっくりさんはなくはないし、それを人から聞いたって話だったらそれはそれで成立する話なんだよ。ああそうだね、自分で見たじゃなくて人から聞いたならありえるなっていう。それはその人本人が本当だったか知らないけど聞いた話だからこそ話としては成立してる。そうね本当な拡大したとしても聞いた話だからまあその人にととっちゃ本当の話だから。はいそうだね。で最後はマジで本当そう。あれはマジそう。いやわかんねえ。皆さんの話を聞く前さ一つだけ嘘がありますって言われたらさいけるやろって思うよね。思うね。マジでわかんない。わかんない。いや結局つじつま合わなくてもそうつじつまが合わないから怖い話になってるわけだよ。そうなんだよ。だから結局そこに思いっきり注視しても意味ないじゃ意味ないね。全部が全部納得できたら階段になならないからそう正直言って今日多分この動画見てる方って怖いもの好きとか、多分そういう方多いと思うよ。多いと思う。の人たちが見る動画としてはむちゃくちゃ内容の濃い動画です。いやどれだ。どうしよマジでわかんない。もう4人の方すごいですね。おかしくなっちゃってんじゃん。あれもう俺も取りつかれてる。なんか取り付いたな。まさに除霊前やん。除霊しとる？う。いやマジで俺らもこの撮影の前と後に除霊してよ。確かにね。魂レボリューション聞くぐらいしかやってない。そうスーパーフライの魂レボリューション聞けば除霊されると思ってた。他のほど不明ですけど。はい僕は大丈夫です。とりあえずもうしょうがない。こっくりさんやってね、まあ本当だったら申し訳ないけどこっくりさんやってさ急に気が狂ってさ校庭変な方向走り出してさ事故るんでしょ。そんなねちょんダンプカーにそんなまたまたって話だもんな。言っちゃえばちょっとでプロジェクター止めてもなんか上で動いてるでしょ。それも私信じられない話だけどね。でもそんなこと言ったらさ俺たちの心霊体験の話だってさ俺からすら本物じゃん。今そうだね。でも他の人からしたらまさかまさかって話だもんね。何かヒントあったのかな。決めたわ。もうこれで間違えてもしょうがねえ。やべえやっべえマジか。それではお二人の答え一斉に聞きましょう。嘘だと思った話は何番ですか？せーの。3。これでもうどっちかはどっちか。2番と3番であれはここでもやってた。2番は飛び降りの話。飛び降りですね。はい。3番がこっくりさんの話。本当にあったら事件にはなるし聞いてんじゃねえか。聞いてんじゃないかっていうのもあるし大島てるさんで信用しちゃう。大島てるさんでしかつけない嘘みたいな。大島てるさんからうわーでもマジで本当に2番と3番でもやっててそれが本当だったら嫌だからこれを作り話であってほしい。願望も込み。願望もある。マサイが2番、そして、ザカオが3番。確定でどちらかは戦慄迷宮です。どっちか行くか2人とも行くか。そうです。頼む。マジでやだ。答えの発表といきましょう。嘘の話はこの方でした。お願いします。はいありがとうございました。はいありがとうございました。マジということで嘘の話は4番でした。2人とも戦慄迷宮確定。マジなんだ。4番も怪しいと思ったよ。いやそれ全部そうなのよ。あれはもうそうですね、アナウンサーさんと飲んだだけです。そうです。一般の男性からしたらめちゃくちゃ羨ましい。めちゃくちゃ羨ましい。アナウンサーさんと飲んだ以上。以上です。100% 嘘なんです。 100%嘘です。すごいね。逆にそれであの完成度なんだ。本当？マジなんでだよ。っていうと残り3名の方本物なの？そういうことだね。なんでお前こっくりさん本当じゃねえかよ。3つ
すごく怖い話と一つアナウンサーさんとの話。怖い怖いこれ飲んだだけも怖い。もう4つ目が一番ゾッとするよね。何の怖い話も聞いてますすごく楽しい回だったんでしょうね確定した俺ら2人。戦慄迷宮確定でございます。もう嫌なんだけど本当に帰りたい俺。この日のためにありがとうございます。その話持ってきてください。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください行かないでやだ。じゃあこっち元木並ぼうか。わかんねえよ。なんかもう一周回って全部ありそうとすら思えてくる。いや本当だよね。でも今のその本当か嘘かを見極めるもそうだけど、4つ全ての話を聞いて、まあ3つは本物ということで、俺たちもそういういろんな現象を味わってるじゃないですか。そうなんですよね。やっぱり関係してない人が聞くと、そんなまたまたってなるわ。だから自分でさ、すごい経験を俺もしてきてるけど、俺もう自分で会ったことからめちゃくちゃ話せるけどさ、知らん人から聞いたらこいつ嘘ついてるって思われちゃう。それは思われちゃう。いやなんかね、しょうがねえなって今思った。関係してないとそうなるわ。気持ち分かった。気持ち分かったね、今ので。わかんねえな。全部聞いた上で怖くなってきたしな。怖いよ。戦慄迷宮行ってきてください。交渉します。うわ嫌なんだけど本当にや。もう帰ろマジ潰れねえから申し訳ねえけど。おい戦慄迷宮潰れろ。お前ゾッとするな。ゾッと帰ろう話した方がいい。怖い怖い怖い。罰ゲーム確定。まあ、とりあえず罰ゲームはまあすごい怖いんですけど、何よりお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたこのためにね、ありがとうございます。ありがとうございました。面白かったよって人もぜひともチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。心霊動画俺らもやっていくけど関係してないと怪しいね。まあでもそれをよりリアルに伝えていくのがミッシャンズですから、今年も頑張りましょう。まあいいんじゃないですかね。なんだその感想。動画見てくれてありがとう。セカンダリ X インスタグラム他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーのあゆー。